皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、2025年上半期ベストコスメデパコス編。よかったら最後まで見ていってください。ということで、どうぞ。今の時間もう4時っていうことで、準備が想像以上にいいものありすぎてどうしようって悩んでいて時間かかっちゃったので、ちょっと多分2日間になると思います、撮影。まず1つ目、こちらファスザ・ブラックデイクリームです。こちら SPF50 プラスで PA が4プラスのかなりみずみずしい感じのクリームになってます。これは紫外線とかブルーライトだったり、あと近赤外線とかもブロックしてくれるようなトリプルブロック処方っていうことで、めちゃくちゃね、保湿力も感じるんですけど、すごくね、伸ばしやすくて軽いテクスチャーです。日焼け止めのこの膜感とかが苦手な人はすっごくおすすめです。なんかスキンケアの延長線っていう感じの使用感、保湿クリームをファスに置き換えて、日中用デイクリームみたいな感覚で使いやすい日焼け止めになってました。次ですね、こちら、じゃん。アディクションスキンプロテクター日焼け止めメイキャップベースです。こちらもね、めちゃくちゃ軽いつけ心地になってます。さっきのファスよりもより美容液っぽいような、本当に水のようなテクスチャーで、本当にね、スキンケアしただけのお肌ぐらいなんか軽やかなので、すごく使いやすくて、ベタつくの苦手な人にもとってもおすすめです。で、これ実は今年発売の商品じゃなくて、前から愛されている商品なんですけど、今回でっかいサイズが発売されました。このね、みずみずしいテクスチャーで大容量サイズっていうことで、顔ももちろん首のあたりまでバーって乗せれて、すごく使い心地が良かったので、改めて好きだなって思ったアイテムになってます。インナードライさん向けって言ったらいいのかな。外側にキープされるような、ちょっと分厚くなるような感じではなく、どちらかといえばギュンと素肌に入り込んでいってくれて、自分を守ってくれるような、そんな使い心地になってるので、油膜感があるの好きじゃない人とかにはこれがいいかなと思います。はい、3つ目、ドクター365の UV デイエッセンス C。これまた美容液のような軽いね、つけ心地。アディクションとめっちゃいい勝負かもっていうぐらい、これも軽いです。皮膚科医さんが監修されてるブランドになっているので、お肌に優しいような処方になっています。肌荒れ防止成分とかも含まれているので、敏感肌さんだったりとか、日焼け止めによっては荒れたことがあるような、そういう経験されたことある方とかにはこれをおすすめしたいかなって個人的に思います。最後がですね、最近ゲットしてすごく気に入ったアイテム、こちら SK2 のジェノプティクスエアリー UV クリーム美容クリームです。はい、こちらもみずみずしいんです。 SK2 ってピテラジュノプティクスインフィニットオーライセス、待って、 SK2 読みにくい美白とかにね特化してるようなピテラがこの日焼け止めにも含んでくれているような、もう本当にスキンケアの延長線にあるような日焼け止めになってます。つけた感じさらっと軽いテクスチャーなのに保湿力も感じるような、そんな絶妙なバランスのすごくいいなって思った日焼け止めになってます。もともとスキンケアがすごくね人気のブランドかなと思うんですけど、そんな SK2 だからこそのスキンケア力と美白ケア力が兼ね備わった日焼け止めっていうことでゲットしたんですけど、カバー力とかはないんですけど、シンプルにみずみずしくてのせやすい日焼け止めっていうような、そんな感じのこっちの色なしの方を買ってみました。これからの季節やっぱ美白ケアも日中もねしたいなと思うので、すごくこれも使っていきたいなって思うような気に入ったアイテムです。はい、ということでもう日焼け止めの時点でもう4つもありましたその日のお肌に合わせて日焼け止めも選んであげるといいかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。次、コントロールカラー部門3つ紹介していきます。まず1つ目、アディクションのスキンケア UV タッチアップクッション。ちょっと待って、汚いのちょっとさ、
使い込みすぎて色が。私はこのミルキーイエローにゾッコンでした。本当に YouTube でもね結構何回も出てきたんじゃないかなと思うし、実際に YouTube 撮ってない時もめちゃくちゃ愛用していたアイテムになっていて、日焼け止め効果も高くて SPF45 の PA3 プラスの日焼け止めクッションみたいな感じになってて、で結構見た目ねパッと見だいぶイエローでさどうなっちゃうのって思うと思うんですけど、実際にのせるとすごくね自然なトーンアップ加減でお肌を均等に整えてくれるようなカラーになってるので、なんか今まで、ちょっとこうブームで買ってみた下地が意外と自分がトーンアップされすぎてて違和感が出ちゃって好きじゃなかったなって思った経験がある方とか、なんかこうブルーとかグリーンとかいろいろ試すけどなんか自分のお肌に合うコントロールカラー何色なんだろうってまだ分かってない方とか、一回試してみてくれると意外とイエローめっちゃ合うじゃんっていう感動がそこにあるんじゃないかなと思います。なので私の好みとしてはこういうのでお肌を一回整えてムラなくした後に部分的に透明感出したいところにブルーだったりホワイトだったりっていう風に透明感出すための工夫をしてあげたりとかするとすごくいいなと思ったので、顔全体にのせる要因としてはものすごくバランスよくお肌を整えてくれて大好きでした。そしてですねこの流れでアディクションのスキンプロテクトカラーコレクターです。で私が特に使ってたのがこの002番と005番です。もうこれも動画でめちゃくちゃ使ってたので私がすごく気に入ってるっていうことをもうねみんな気づいてると思うんですけど、さっきの説明の通りですね。だいたい私はベージュカラーかもしくはこのイエローが好きです。はい。で、こういうのでこう均等に整えた後にこう凹凸感だったりポイントで透明感出したいっていうのでこちらのコレクターを使ってました。アディクションの下地めちゃくちゃいいですね。全色ね試したんですけど、その中でも特に私はこの2色が好きで、こういうねホワイトカラーのコントロールカラーも他のブランドさんでもね結構今季いろいろ出たかなと思うんですけど、まずノンパールなんですよ。パールが入っていないので本当にこう自然な凹凸感でこうナチュラルに演出してくれるような感じで、保湿力もしっかりあって薄く伸びてくれるので、意外とちゃんとちょっとこうワントーン明るくなるんですけど、なんかそこまでなんか塗りましたっていう絵みたいな感じにはもちろんならずに自然に溶け込んでくれるので本当にいいです。そして最後ですね、今まではイエローだったりとかブルーだったりコントロールカラー系だったんですが、最後は下地系ですね。こちら NARS のライトリフレクティングトーンアップベールメイキャップベースです。トーンがついていて薄くてね軽いんですけどちゃんと肌補正力も高くてすごく好みでした。日焼け止めはほんとみずみずしいだけでいいんですけど、やっぱり下地はもうメイクがスタートしてるのでちゃんとカバー力も一層追加したいなっていう気持ちがあるんですけど、NARS はこれ本当に軽くて伸ばしやすいって感じなんですけど、ちゃんとカバー力もやっぱりねNARSなだけあってあるんですよ。ベージュトーンなのでもう肌のカラーに関係なく使いやすいカラーかなと思います。光で補正してくれたり光でこう飛ばしてお肌をきれいに見せてくれる効果があるような下地なので、ベージュトーンでちょっとカバーされますっていうだけじゃなくてちゃんとこう光を操ってくれて透明感を引き出してくれるようなそんなアイテムになってます。2日目です。ファンデーション部門からやっていきます。 NARS ライトリフレクティングセラムクッションファンデーションです。こちらはカバー力とツヤ感のなんかいいとこ取りのファンデーションになってます。今ねもうね版画を載せちゃったんですけどビフォーアフターですね。薄膜なんですけどしっかり嫌なくすみとか赤みは満足度高く消してくれるところが私のお気に入りな理由ですね。乾燥崩れしやすい人にもおすすめですし、これからの季節でも汚くよれる印象はないかなっていう感じがします。これはね結構日常的に手が伸びやすいファンデーションでしたね。今回紹介するファンデーション4個あるんですけど、その中で一番ツヤ系のファンデーションになってます。続きましてがですね、こちらプラダのリベールメッシュクッションファンデーションです。 LN の10番のカラーを使っています。こんな感じでメッシュタイプのクッションになってます。プラダのクッションはまずねパッケージが本当に優勝してるんですよ。すごくない？ここにロゴがドーン
ーンってついてて、持ち歩くだけでワクワク幸せな気持ちになるようなクッションになってます。ちょっとねテクスチャー調べてみたら面白くて、ふわっと透明感のあるマットツヤ仕上がり、マットなんだけどどこかは柔らかく光をまとうような絶妙質感っていうことで、なんかすごく軽くてマットではないんですけど、でもツヤンツヤンっていう感じでもなくて、キュッとなんかねお肌にまとったっていう感じですね。本当にねこれもねカバー力高くてあらが消えます。こっちがナーズ、こっちがプラダ。プラダの方が若干カバー力あるかな。やっぱ質感も相まってねちょっとカバー力ある感じに仕上がってるんですけど、ナーズはやっぱツヤな感じですよね。ふわっとぼかしたような肌に仕上げたいけど重たいファンデーション苦手っていう方はこのプラダがすごくいいんじゃないかなと思います。次はですねリキッドファンデーションやっていきます。こちらゲランのテラコッタフルイドグローです。これはねすごくね健康的な美っていう感じのファンデーションでしたね。私とかそんなにめっちゃ日焼け肌っていう感じじゃない私でもちょっとね太陽を浴びるタイミングとかであえてちょっとワントーン下げてヘルシーめなメイクに仕上げたい時とか、海に行く時とか旅行とかにも持っていったファンデーションになってます。ですごくねお肌自体が喜んでるのを感じるぐらいめちゃくちゃこうパーンとね張りが出るような、そんなみずみずしいファンデーションになっていて、ナチュラル処方で作られているようなアイテムになってます。で使い心地も良かったし、ちょっとワントーン上げるメイクが多い中でちょっと新しい自分に会えた感覚があって、この春すごく使っていたアイテムになってます。これを使うとちょっとシュッとしたような感覚になるというか、すごく自然な仕上がりだし、素の自分がちょっと綺麗になったような感覚になれちゃうようなファンデーションでした。最後がですねこちらシュウ上村のアンリミテッドラスティングフルイドです。これもかなり使っておりました。アンリミテッドフルイドがリニューアルされて、さらに崩れにくいのに、保湿力も足されたような新作のファンデーションになってます。従来のものは中には結構乾燥を感じますっていう方もいたかなと思うんですが、より使いやすくなったんじゃないかなって個人的に思います。つるんとね陶器肌に慣れちゃうようなセミマット系のファンデーションなので、どちらかといえばオイリー肌さんだったり私みたいな混合肌さんに向いてるファンデーションかなとは思います。肌が乾燥してるかなってお肌のね体調によってもあるので、そういう時にこれをすごく上手に使うコツとしては、このコスデコの全ウェアグローと混ぜて使うの私すごい好きだったんですよ。ぜひねシュウムラのファンデーション買ったんだけどたまに乾燥を感じるっていうね方は他の美容液ファンデーションと混ぜて使ってみてください。これはね本当に夏大活躍です。これからの季節に本領発揮するようなファンデーションなので、崩れをね毎年感じてる方はぜひ一度試供品とかでね試してみていただけたらいいんじゃないかなと思います。次はですねパウダーやっていきます。まず1つ目がこちら、ナーズのライトリフレクティングプリズマティックパウダー03878です。こちらもね結構使っていてへこんできているので、かよちゃん気に入ってたよねって動画でもねたくさん出てたしね、気づいてくれてる方もいるんじゃないかなと思うんですが、やっぱりリフコはいいのよ。もうずっと言ってるんですけど、ふんわり全体的にのせてあげるとすごく透明感が増して自然な仕上がりにしてくれます。でちょっとしたツヤ足しにもなるし、サランサラに、ね、なって毛穴が目立ちにくくなるので、これはもうね大好きな人多いからそんなに語る必要もないんじゃないかなと思うぐらいなんですが、相変わらずこの上半期も使ってましたね。わーって取ってトントントンって全体的にふんわりのせるとなんかブルーっていう感じにならないので使いやすいです。続きましてがですねこちら、イヴ・サンローランのオールアワーズハイパールースパウダートランスルーセントです。こちらもねたくさん動画でも使ってたかなと思うんですが、めちゃくちゃ大好きでした。はい、こんな感じ。これはね本当に溶け込むようなパウダーです。ファンデーションの邪魔をしないパウダーって言ったらいいのかなと思うんですけど、なんかもう全部にこう頑張ってはたくっていうよりかはちょっとねパフのサイズもちっちゃめなのでポイントに私のせるの好きです。例えばツヤ仕上げにしたファンデーションによりやすいこう T ゾーンとかだけだったり、こう鼻の横にテカってほしくないなっていうところとかだけちょんちょんちょんって押さえるようにしてのせてあげたりすると綺麗に自然に軽やかに
まとまってくれて、でもちゃんとツヤはある程度キープされて溶け込んでくれてるような感じになるので、よりファンデーションの良さを引き上げてくれるような、そんなパウダーになってます。次はアイシャドウですね。アイシャドウは今回4つ紹介していきます。MAC のコネクトインカラーアイシャドウパレットヌードボードです。スウォッチしてみました。こんな感じです。私的にこのね、真ん中のちょっとツヤめきがあるようなコッパーカラーのアイシャドウがすごく好みで、それでね囲みメイクしたりして、で際にねこういうボルドーで締めたりとか、スモーキーに仕上げたい時はブラックを使ってみたりしてっていう使い方をすると、すごくねモードにかっこよくメイクできるし、普段からもね取り入れやすいカラーがたくさん入っているので、おすすめしたいなと思って今回紹介しました。続きましてがこちら、じゃん、ナーズのアフターグローテンプティングアイシャドウパレットです。ナーズらしい使いやすいね洗練されたヌードカラーと、おしゃれなねシャレっ気のちょっと攻めたようなカラーがいい感じにねセレクトされてギュッと詰まったようなパレットになっていて、一見ちょっと使うの難しいかなって思われた方もいたかもしれないんですけど、意外と使ってみるとすごくまとまるよっていう感じで、どう使ってもなんかいい感じの目元になりますねっていう、そういう無限大の楽しさが詰まっているようなパレットになっていて、動画でね登場させても毎回ワクワクさせてくれるような、そんなパレットになってました。やっぱナーズはねこういう限定が私アイシャドウ大好きなんですけど、なんとこちらまだね公式のナーズのサイトで確認してみたら販売されていたので、気になってたけどまだ買ってなかったよっていう方は、これね一応限定なのでなくなり次第終了となってしまうパレットなので、ぜひぜひぜひ試してみてほしいです。3つ目こちら、じゃん、ナーズクワッドアイシャドウ04433です。絶妙な4色で、ここのカラーがねちょっとゴールドラメが入っているような、細かいゴールドが入っているようなベージュカラーで、なんか上からふわっとのせると絶妙なプラム感になるというか、ちょっと笑っちゃうぐらいめっちゃおしゃれなピンクメイク、大人な洗練されたピンクメイクになります。ちょっとゴールドっぽく見えるの分かりますかね。絶妙な4色ですよね。かわいいですこれ。なんか例えばなんですけど、このねスックのこれも私好きなんですけど、こことかこの色こんな感じの発色なんですけど、これね比べると分かりやすいんですけど、意外と使いやすいんですよね。分かりますか？パープルなんですけど、どこか使いやすいパープルというか、ツヤもね綺麗だし、絶妙に輝き方がまたちょっとおしゃれな感じで、イエベさんでも意外と馴染むようなプラムカラーなんですよね。そう意外とねプラムしすぎないっていうところがお気に入りです。ではまずこのベージュカラーから使っていきます。この子も絶妙に若干ピンク味感じるんですけど、しっかりねなんかゴールド味も若干入っている偏光パール感あるので、ちょっとプラム強いなって思ったら、最後にこのベージュカラーを上からまたさらっとのせるとニュアンスを変えれるっていうかね、そういう感じに使えます。お気に入りカラーを私はがっつりのせていきます。結構ね幅広にのせて、ちょっと自然に上になじませてがっつりのせます。囲みメイクですね。このカラー若干際に入れます。一番濃いカラーを取って、はいこんな感じです。意外とプラムすぎなくないですか？これはねなんだかちょっと雰囲気がそれぞれ1個ずつ雰囲気がおしゃれな感じで、なんか使ってて楽しくなるような、そんなおしゃれなパレットになってます。そしたら最後一つですね。アディクションザ・アイシャドウプリズムの 107RR スイートファントム。このパレットではなく、これ単色アイシャドウで販売されているやつなんですけど、ここのグレーカラーが私はすごく好きになってめっちゃ使ってました。アディクションのね単色アイシャドウ好きなんですけど、この夏コスメですよね。夏の限定カラーなんですよね。ただまだ発売して売っていたので、売り切れてなかったので、これもランクインさせちゃいました。すっごい可愛いグレーです。これグレーって私的にちょっとねくすみやすい色で苦手意識があったカラーなんですが、ツヤのあるグレー
でなおかつ面白いのがピンクに発光するピンクが入ってるグレーなんですよ。はい、こんな感じで若干ピンク味も感じるようなツヤンツヤンなグレーになってます。私のグレー使いたいんだけどくすんじゃうなっていう欲求がこれによって満たされましたしかもね、質感がやっぱりねめちゃくちゃいいです。アディクションの単色アイシャドウ、はい、完成です。グレーなんですけどピンクラメが入ってて意外と使いやすいっていうね、この感動をぜひちょっと皆さんにも味わってほしいです。マスカラはじゃん、イプサのラッシュモデリングマスカラです。いろいろ使ったんですけどやっぱり圧倒的にこれが上半期使っていたので、ちょっとやっぱこれかなということでマスカラはこれ一択で使っていきます。もうね本当にカールキープ力もある、セパレート力もある、ダマになりにくくてなんかすごいねまつげが伸びてくれたりもするし、あとピンセットでまとめてあげるとかなりこう今っぽいまつげにも仕上げられるし、ピンセットでまとめなくても自然に漏れたまつげに仕上がるし、ほらやっぱりこれが良かった。本当にシンプルに塗っただけでもこんな感じでまつげが綺麗に上がります。これはねなんか本当にイプサの隠れ名品というか、スキンケアとかももちろんいいんですけど、なんかメイク系もすごくいいじゃんっていう風に気づきがあったアイテムになってます。はい、次チークはですね2種類あります。まず1つ目がですねこちら、アディクションのザ・ブラッシュニュアンサーの 104N です。こちらもね限定アイテムなんですがまだ販売されていたのでめっちゃお気に入りなのでね紹介させていただきます。こんな感じ、すごいわかりますかね、この絶妙な他にないカラーなんですよ。めっちゃくちゃこれ可愛くて他に出会ったことないような色っていう感じで、グリーンってどうやってどうなるのみたいなハイライトゾーンにのせたり普段使ってるチークの上にこうニュアンスチェンジとしてのせてあげたりとかする用のアイテムなんですけど、これ単体で使うとちょっとかなり優しめ、ツヤのあるようなハイライトのような感じになります。チークの上から重ねた方が分かりやすいんですけど、あとこれはねあとねしっとりしてます。やっぱアディクションのニュアンスチェンジ系ね大好きで他の色もいろいろ持ってるんですが、その中でもこの限定のカラーが何この色ってなってめちゃくちゃ愛用してました。チークもう一つこちらじゃーん、どっちも好きで愛用しておりました。ちょっと今日はこっちを使ってみます。結構こっちね好きで、だからどっちも好きなんですけど、この粉質がねすごく自然に乗ってくれまして、守りたくなるようなチークになります。結構見た目濃いかなと思うんですけど意外と本当に馴染みやすくて、でこのまさに私がさっき言ってた漏れたメイクでこれとこれをミックスしたんですよ。こういうプラム系とかちょっと自分の普段使ってないようなカラーにこうちょっとこうね若干こうコーラルなちょっとオレンジ寄りにも見えなくもないぐらいな感じのやつをこう混ぜるといい感じに緩和されて使いやすくなるんですよね。こっちは単体で使うっていうよりこういうちょっとアディクションのニュアンサーと混ぜて使うのが好きなんですけど、こっちは単体で使うの好きです。なんか馴染みやすいベージュピーチカラーみたいな色なのでこれ単体でもすごく自分のお肌に合います。はい、最後ですね、リップがリップペンシル、グロス、リップスティックの各部門ごとに1個ずつ。まずリップペンシルはこちら3から発売されたドリームオンアリューリングリル103番です。なんかこれ今ね外側にだけのせたんですけど、元々の唇よりも若干ちょっと落ち着いた色かなぐらいで、でもほぼほぼ変わりないぐらいなすごくね溶け込みやすい03番のカラーは。なので囲みにもぴったりだし全体にもちろん塗ってもいいしっていう感じの使いやすいリップです。すっぴんにもね浮かなそうなリップだし持ち歩きのリップにしてもおすすめです。ということでまずこれがもうねすごく使ってました私は。次がですねこちらアディクションのザ・マットリップリキッド 021S です。これねすごく色がおしゃれ可愛いし落ちにくいです。マットなんですけどこんなこう
こんな感じのちょっとクリーミーな色、なんかセミスモーキーなおしゃれブラウンっていう感じで、そんなに主張が激しすぎるブラウンじゃないので普段使いにもいいですし、内側にねもっと濃いめのブラウンを重ねてグラデーションの下として使ってあげても可愛いです。もうねこのリップはもう使ったことある人も多いかなと思うんですけど、本当に密着すると取れにくいのですごくいいし、たくさんね油っぽいものとか食べると内側がちょっとだけ剥げたりするんですけど、この色はその内側の剥げにも強いというか、あんま分かんないというか、なんかバキッとした色すぎると内側が剥げてるとすごく目立ちやすいと思うんですけど、ヌードカラーなので自然に溶け込んでくれて、この内側の私自身の粘膜の色と意外と溶け込んでくれるので、若干内側が剥げたところでそんなに気にならないっていう感じで、本当にそういう意味で色持ちがすごく優秀なリップだなって再確認できたアイテムです。最後がですね、もう今ちらっと見えたかもしれないですけど、こちらアフターグローセンシュアルシャインリップスティックの507番です。これもね本当に可愛いです。私ナーズのグロス、こっちの細長いタイプも大好きなんですけど、こっちはねよりめちゃくちゃ軽いつけ心地です、こっちより。なのでグロスのオイリーな感じが苦手とか重たい感じが苦手っていう方はこっち使うとすごくね使いやすくて気に入るんじゃないかなと思います。透け感とツヤが綺麗なリップになっていて、こういうマットリップにちょっと足してあげても可愛いです。これがピンクベースに若干赤みもプラスされたような絶妙なカラーなんですけど、透明感があるようなカラーなので、そんなに内側の色を邪魔することもなく、若干ちょっとだけ血色感を上げてくれるようなカラーになってます。なんかマットだけでももちろん可愛い色だったんですけど、こんな感じでちょっとだけツヤを足してあげることで、よりさっきのこのアディクションのブラウンが映えるかなと思います。はい、ということで2025年の上半期ベスコスデパコス編やってみました。いかがでしたでしょうか。全部お気に入りです。はい、同じような好みの方はきっと好きになってくれるんじゃないかなと思います。この動画が良かったなと思ってくれましたら、ぜひチャンネル登録とコメントといいね、グッドボタンよろしくお願いします。 YouTube 以外にもインスタや TikTok、レッドなどやっているので、よかったらそちらも遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。